こんにちは。前々回の段ボール PC の冒頭、怪しい PC が映り込んでいたこと、誰にも気づいてもらえませんでした。はい、こちら。見るからに、古い PC ですが、約20年前にのすけが自作した PC です。お正月に実家の倉庫から持ってきました。今では見ることがない、アイボリーの PC ケース。劣化して、黄色くくすんでいます。星の金属工業の MTPRO1100 というケースで、当時、3万円ぐらいしたと思います。背面にはシリアルナンバーがあって、255番でした。ステンレスの鏡面仕上げが、まだ美しいですね。早速、ご開帳してみます。10年以上使っていなかったのですが、思っていたよりも綺麗でした。CPU クーラーが3つ。そう、デュアル CPU です。スロットには、カードが3枚刺さっています。IDE 接続の HDD が5つ。フロッピードライブと DVD ドライブです。とりあえず、エアダスターで掃除してみます。ホコリも少ないです。これはワンチャン、このまま起動できちゃうかも。ディスプレイは DVI HDMI 変換ケーブルで接続します。DVI ポートも懐かしいですね。ディスプレイポートで駆逐されてしまいました。あと、PS にキーボードも持ってきました。プレイステーションじゃないですよ。PS には接続するコネクターの名前です。古い PC だと、USB キーボードを認識してくれないので、一家に一台あると安心です。10年ぶりの PC 起動。スイッチオン。ビープオン。今度は超音が1回。勝手に落ちた。で、勝手に再起動。やっぱり、きちんと清掃してからの方が良さそうですね。まず、取り外したのはサウンドカードです。当時はオンボードの音声出力があまりにひどかったので、サウンドカードを搭載するのが一般的だった、と記憶しています。このサウンドカードは、クレアチベ社のソウンドバーステアという製品で、そこそこの高級品だったはず。次に取り外したのは、USB 2.0 拡張カードです。後で説明しますが、マザーボードの USB は使えません。仕方なく、USB 拡張カードを搭載していました。次は、みんな大好き RADEON です。X800XT プーチヌムエジチオン。コアクロック 520M フズ、GDDR3 を256ムバ搭載。AGP4 対応では最強のグラフィックカード。だったと記憶しています。出力は VGA とビデオ端子、DVI です。HDD はシャドウベイに入っているので、取り外しが簡単です。HDD は背上がてのバッラクダ 7280GB。アクセス速度が速いタイプです。
IDE 接続なので、ピンがたくさん並んでいます。カードリーダー付きのフロッピードライブです。メモリーカード黎明期が垣間見えますね。DVD ドライブは PLAXTOR の PX750A。当時は読み込み速度が速く、安定もしていたので、人気のあるメーカーだったと記憶しています。電源はグラサンでした。500草のブロンズです。メモリーは DDR266 レギステレド DIMM1GB。チップはミクロンテク不能食いで、両面実装です。CPU クーラーは COOLERMASTER。ヒートパイプ付きのオール銅製なので、めちゃ重い。ですが、冷却性能は抜群だった記憶です。で、お待ちかねの CPU は、AMD アトフォンム P2800。バートンコアのデュアル CPU に対応したモデルです。K7 のデュアル CPU だと、最終進化版だったと思います。クロック周波数は 2.13GHz なので、以前の12以下ですね。昔の CPU なので、ヒートスプレッダーなしの、コアがむき出し、今見ると新鮮です。最後はマザーボード。GIGABYTEGA7DPXDWP。デュアル CPU 用のチップセット、AMD760MPX です。DDR266 メモリーを4枚で、4GB まで搭載できます。最大転送速度は 2.1GBs なので、DDR4266621.3GBs の10です。グラフィックスは AGP4 に対応しています。AGP とはグラフィックス専用の規格で、PCI Express の前の規格となります。茶色いスロットが特徴です。AGP4 のデータ転送速度は 1GBs なので、PCI Express 原産 48GBs の18です。ストレージは IDE で接続します。IDE は SATA の前の規格で、最大転送速度 100MBs。SATA750MBs の 17.5 ですね。下の緑色の3つは RAID に対応しています。最後に、これが悪名高きサウスブリッジ AMD768 です。USB コントローラにバグがあったり、相性問題が多発したり、苦労させられました。動画が長くなりそうなので、今回はここまでとします。次回は清掃して組み立て、性能確認までを予定しています。当時としてはかなり高スペックだったのですが、今性能を確認したら、多分ポンコツです。性能を改善する良い案があったら、コメントでお願いします。